両親によって5時間も暴行された末死亡した13歳の少女。幼い彼女だけでは変えられなかった悲惨なその境遇とは。2016年2月3日、韓国キョンギドプチョン市ある夫妻の自宅で家宅捜索が行われていました。その中で警察の目に留まったのは、その家で唯一締め切られていたドアの周辺にはそこまで並べる必要があるのか疑問に感じるほど大量の除湿剤や芳香剤が置かれていたんです。この部屋の中も見させてもらいます。ドアに手をかけた警察を前に黙り込む夫婦。彼らの顔には焦燥の色が浮かんでおり、その部屋の中を見られたくないことは明らかでした。そして警察がその部屋のドアを開けると、そこに広がっていたのは鼻をつく腐敗臭。部屋の床には何かを包み膨らんだ毛布が。その毛布の中には死後11ヶ月も経った少女の遺体があったんです。少女の遺体を自宅で11ヶ月も放置していた両親。両親はなぜ長きにわたり娘の死を隠していたのか。本来かけがえのないはずのその存在は、彼らにとっては邪魔でしかなかったんです。おさすけちゃんです。いやみやみこみこさん、今日僕ランチでそば食べてきたんですけど、隣の席がなんかもうすんげえ話筒抜けで、誰のよ話がよ。声が、大きかったわけじゃないけど、近かったから、盗み聞きしてた。盗み聞きはしてない。盗み聞きはしてないんですけど、聞こえてきちゃったわけ。聞こえてきちゃった。どうしようもなかったわけね。そしたらなんかアイドルをやってる若い子とお年を召したおじさんみたいなやってるわ。2人でそば食べてた。怪しいなと思ってたんですけど、そしたら広島 STU 瀬戸内48とか。そんな48あんだ今。知らなかった。そう。じゃあやっぱ可愛かったんだやっぱり。いやそれはねわかんないですけど。なんで名言叫んだ。なんか近所でもねこういう業界の話みたいなのあるんだと。僕らさもともとテレビ局にいたんだよね。その子はなんかおじさんに媚びを売るのかなと思ったら、ひたすらねこのそば真っ白ですって言って。純粋におそばに感動されてたわけね。そう。本当に純粋な子もいるんだと。僕アイドルって分かんないんで接したことないんで、そこもいるんだと思いつつ、ただなんかもう本当に全部聞こえるから逆に怖くて、もう僕6分で食べた。6分で食べた。まあ。そば湯もう30秒。そばならまあそれぐらいで食べれそうではある。今回ご紹介するのは韓国で起きた殺人事件について。中学1年生の少女がある民家から遺体で発見されたのですが、なんと遺体は両親によって11ヶ月もその家に隠されていたんです。何それ、もう11ヶ月もさ、自分の娘の遺体と一緒に暮らすってどういう神経してるわけ？てか、先生とか周りの人たちもそんな1年近くいなくなっておかしいって思わなかったの？実はこの少女の遺体が見つかったのは学校にとある調査が入ったからでした。この調査がなければ少女は今もなお放置されていたかもしれません。空白の11ヶ月。2016年2月、韓国キョンギドプチョン市。プチョン市では小学校と中学校を対象に警察による長期欠席児童全数調査が行われていました。政府主導のこの調査は韓国で起こったある事件がきっかけで開始されました。というわけで今回のメトラキーワードは長期欠席児童全数調査について。長期欠席児童全数調査とは、韓国で行われている長く学校を欠席している児童に対する調査のこと。2015年12月、インチョン広域市で父親とその恋人が中学生の少女を2年間学校に行かせず自宅で監禁虐待していた事件が発覚。不登校児童の状況把握が行き届いていないことが問題視され、この調査が始まったんです。長期欠席児童全数調査は当初は2015年12月から翌年1月にかけて小学校を中心に実施される予定でした。しかし調査の結果、虐待の被害児童が220名、そのうち4名が行方不明という状況が明るみに出され、調査期間が無期限に延長されたんです。さらに政府は調査対象を中学校まで拡大し、現在に至るまで毎年調査が行われています。そしてそれは警察がプチョン市内の中学校の出席簿を確認していた時のこと。この女子生徒、もう11ヶ月も学校に来てないぞ。警察の目に留まったのは2015年の3月に中学校に入学した少女イ・ミンソの出席記録。記録によればミンソは入学して10日ほどで学校に来なくなり、その後11ヶ月1日も出席していなかったんです。警察は学校に事情を話し、すぐにミンソの父親であるイ・ウンボンに連絡を取りました。お宅の娘さんがもう11ヶ月も学校へ来ていないようですが、どうされていますか？するとウンボンはこう答えたんです。ミンソは1年前に家出したきり帰ってきてませんが、捜査はしなくて結構です。
きっと友達の家にでも居候してるんでしょう。ミンソが長く欠席していることに対し、過去に学校側からも父親に問い合わせをしたことがあったのですが、その際も父ウンボンは家出したの一点張りでした。娘を心配すらしないウンボンの様子を不審に感じた警察は迷わずウンボン宅の家宅捜索を決めます。まだ中学生なんだから1日丸々いなかっただけでもさ、おかしいじゃない明らかに。なんか1年もいなかったのに何も心配してない父親ってなんか態度が明らかにおかしいわよね。家出したってのは嘘だったんですよ。この後の家宅捜索で父ウンボンはさらに意味不明な弁明をするんです。家宅捜索が始まると、警察はすぐにウンボンの自宅の中に不自然な場所を見つけました。これは警察が目をやったドアの周りには芳香剤と除湿剤が異様なほどに大量に並べられていました。そしてドアを開くと同時に警察は思わず顔をしかめます。その部屋に置かれていたのは強烈な腐敗臭を放つ何かを包んだ毛布。その中身は一部がミイラ化、白骨化したミンソの遺体だったんです。目を丸くして振り返った警察に向かい、父ウンボンは言いました。祈りを捧げれば娘の魂が帰ってくると思ったんです。ウンボンの職業はキリスト教プロテスタントの牧師。ドイツ留学を経験し、進学校でも教鞭を取るエリートの彼は11ヶ月も娘の遺体を放置した理由をなんと宗教的儀式の一環だと主張したんです。遺体に祈りを捧げれば生き返るだなんてさ、キリスト教にそんな教えあるなんて聞いたことないわよ。知らないけど、しかもそんなわけのわからない言い訳が通るはずがないじゃないの。ウンボンのね、意味わかんない発言の意図を理解するためには、ウンボンとミンソの親子関係をね、見ていく必要があるんです。11ヶ月も娘の遺体を放置したウンボンですが、昔は実は小煩悩な父だったんです。苦しみの連続。2002年に生まれたミンソは3人兄弟の末っ子。父ウンボンの SNS にアップされる子供たちの姿は笑顔に溢れたものばかりで、ミンソは傍目にも愛情ある両親に育てられているように見えていました。そんな幸せな生活に陰りが見え始めたのは2007年、ミンソがまだ5歳の頃、母親が癌で亡くなってしまうんです。この2年後、父ウンボンは2人目の妻ペクと再婚するのですが、新しく始まったその暮らしの中、ミンソは次のように告げられます。これからお前はおばさんのところで暮らすんだ。同年代の娘がいるから、きっとミンソの気持ちもよく分かってくれるはずだ。おばさんというのはママ母ペクの妹のこと。こうしてミンソは小学校4年生の頃、おばの家に預けられることになるのですが、そこで待っていた生活は期待していたものとは大きく違っていました。ミンソ、あんたまた財布から金を盗んだね。私そんなこと一度も。何かと言いがかりをつけ、罵声や暴力を浴びせてくるおば。おばは血のつながりのないミンソをよく思わず嫌がらせを繰り返したんです。満足な食事もさせてもらえなかったミンソは小学校6年生の時点で体重 36.8 キロと同年代と比べて7キロも痩せていました。ただミンソはその過酷な状況にも決して屈しませんでした。彼女はおばから必要に嫌がらせを受ける日々の中でも小学校6年間を一度も休まずに登校し、市の教育委員会から表彰を受けるんです。いくら同じ年頃の子供がいるからってさ、ママ母の妹の家に預けるだなんて父親もどうかと思うわよ。再婚して間もないのにさ、他の親戚とは関係性が全然違うじゃない。それにミンソは耐えたってのもすごいわよね。しかもミンソはおばの嫌がらせにね、耐えただけではなく、自らその状況を打開しようともがいていたんです。2015年3月15日、それはミンソが中学校へ進学して10日目のこと。皆勤賞を取るほど真面目に小学校に通っていた彼女がその日急に学校を休みました。翌日の夜、小学校6年生の頃の担任のマンションへやってきたミンソ。驚いた元担任が事情を尋ねると、彼女は思い詰めた様子でこう言ったんです。先生、私毎日おばさんから殴られるんです。助けてください。この前日、学校を休んだミンソはおばの家を抜け出し、友人の家に泊まっていました。しかしまだ中学生のミンソが何日も友達の家にお世話になるわけにもいかず、彼女は元担任に助けを求めに来たんです。まずはお父さんに相談した方がいいと思うわ。ミンソがおばと暮らしている事情を知っていた元担任は父親を頼るように促し、悲痛に訴える彼女を家に帰しました。しかしその数時間後、先生、お願い、助けて。再び元担任の自宅を訪れたミンソは必死の形相でそのドアを叩いていました。ところが時刻はすでに明け方。とっくに眠ってしまっていた元担任が呼びかけに応じることはなかったんです。しばらくすると諦めてマンションの警備員室へ向かったミンソは警備員にこう尋ねました。すみません、一晩だけでいいので止めてもらえませんか。焦燥しきったミンソの姿にただごとではないと察した警備員。しかし彼もまた元担任と同じ対応を取ったんです。すぐに保護者に連絡をして迎えに来てもらおう。
いや、私たちから見たら絶対返しちゃダメってなるんだけどさ、普通中学生が警備員室に止めてくれなんて言い出したらもう親に連絡しちゃうわよね、すぐにね。事情を知らないとね、真っ先に保護者に連絡されてしまうっていうところが、児童虐待の難しいところなんです。元担任は民訴に父親をね、頼るように言うんですけれども、この父親っていうのがね、一番頼ってはいけない相手だったんです。責任放棄。3月16日の深夜、一度叔母の家へ戻された民訴が再び元担任を訪ねてきたのは、その直前に次のようなやり取りがあったためでした。なんで家出なんてしたんだ。民訴が叔母の家へ戻ると、そう言って出迎えたのは父ウンボン。そう、彼は家出の知らせを受け、すでに叔母の家にやってきていたんです。そして民訴は久しぶりに再会した父親に向かい、こう訴えました。お父さん、私お母さんに会いたい。叔母からの暴力に耐える日々で亡き母への思いを募らせていた民訴。そんな切なる思いを口にした民訴に対し、父ウンボンは彼女を思い切り殴りつけました。いちいち手間取らせやがって、何のためによそへやったと思ってんだ。何度も民訴に拳を叩きつけるウンボン。そんな父の暴力から逃れ、民訴は再び元担任の家に助けを求めに来たんです。しかしマンションの警備員によってまたしても父親の元へ戻されてしまった民訴。乱暴に車へ乗せられ、自宅に連れ帰られた民訴には、そこからさらなる地獄が待っていたんです。2015年3月17日、早朝7時、家に帰るなり小部屋に押し込まれた民訴は衣服を脱がされ裸にされていた。父さん、何するの、やめて。泣きながら訴える彼女に対し、ウンボンは冷たくこう言い放った。こうでもしないとお前はまた逃げるだろう。そう言い終わるや否や、竹ぼうきを大きく振りかぶるウンボン。痛い。ウンボンは一切容赦なく民訴の細い体に何度もほうきを叩きつける。家出なんてしやがって、もう二度と勝手な真似ができないようにしてやる。いつしかママ母のペクも物干し竿を持ち出し、暴行はさらに激しさを増していた。そこから民訴への2人の暴行は5時間も続いた。これだけ懲らしめればもう家出しようなんて思わないだろう。全身あざだらけで気を失っている民訴にそう吐き捨て、柄の折れたほうきを投げ捨てた父ウンボン。民訴がその状態から起き上がることは二度となかった。民訴が自宅の小部屋で亡くなった翌日、ウンボンは妻のペクと2人で遺体の匂いをごまかすため、大量の除湿剤や芳香剤を買いに出かけました。祈りを捧げれば娘の魂が帰ってくると思ったんです。11ヶ月後、警察が遺体を発見した際、そう弁解したウンボン。しかし何時間もの暴行の末殺害した経緯から、彼が自宅に遺体を放置したことに単なる隠蔽以外の理由などを考えられなかったんです。いや、民訴はね、お父さんのこと信じてこんな赤裸々に話したのにさ、こんな仕打ちなくない？普通に。父親のね、ウンボンがね、民訴の家出に激怒したのは、彼女のね、ためを思ってのことではなかったんですよ。皆さんは、本当はね、民訴は何のために叔母の家に預けられたと思いますか？民訴がまだ幼い頃、妻を亡くした父ウンボン。彼はそこから同じ年頃の子供がいる叔母なら、民訴の気持ちを理解できると言い、叔母の家に彼女を預けました。しかし、その言い分は建前でしかありませんでした。ウンボンが民訴を叔母に預けた本当の理由は、新しい妻のペクと2人で過ごしたかったため。妻の死後、ペクと恋人になったウンボンは美人で若い彼女に夢中になり、子供のことなどどうでもよくなってしまっていたんです。ウンボンとペクはおしどり夫婦として知られており、近隣住民はたびたび2人が手をつないで歩いているところを見かけていたといいます。一方、ペクが来てからというもの、子供が一緒に歩いているところは誰も見たことがありませんでした。年頃を迎えた民訴の兄と姉はペクを嫌い、早々に家を出て行きました。そして一人残されたのが末っ子の民訴。彼女はまるで厄介払いされるかのように叔母の家に預けられていたんです。民訴が家出などして迷惑をかければ、その叔母にも養育を拒否されてしまいかねません。ウンボンが激怒したのは、妻ペクとの生活の邪魔にならないよう叔母の家でおとなしくしていなければならないと民訴に分からせるためだったんです。あまりにも身勝手すぎるわよ、これは。でもね、子供を持つ以上、親にはさ、子供を守っていく義務が生じるわけじゃない。邪魔だって言って追い払うぐらいね、責任放棄するならもう最初から子供を作るべきじゃなかったわよ。家庭を持つ以上ね、自分の時間や労力をね、子供に割くっていうのはね、必要な覚悟ですよね、これ。今回の事件は、そんな家族に対する責任についても、本当に考えさせられる事件だったんです。2016年11月24日、最高裁は児童虐待致死、死体遺棄などでウンボンに懲役20年、妻のペクに懲役15年の判決を言い渡しました。2人は娘を殺すつもりはなかった、反省もしていると言い控訴しましたが、結局最後まで量刑が変わることはなかったんです。若い恋人に夢中になった父親が邪魔になった子供を殺害してしまうという最悪の結末を迎えた今回の事件。児童虐待の事件には、この事件のように家庭内で問題が隠されていたために取り返しのつかない事態に陥
陥ってしまうケースが後を絶ちません。一方、家庭内の問題で子供から相談を持ちかけられたとして客観的立場からは判断が難しい場面があることもまた否めません。もし虐待の事実を確認できない状況で子供から助けを求められたら、あなたはどのように手を差し伸べますか？